こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。さあ、今回の動画はビビックスよりリリースされております東京キャビパック Vol.1 というタイトルのギターキャビネット IR データをレビューしていきたいと思います。こちらの IR データはボグナ 212CB というキャビネットを収録したものとなっております。片方がグリーンバック、片方がヴィンテージ30といった12インチのスピーカーが2発入っているキャビネットになります。それではどういったサウンドになっているのか早速見ていきましょう。はい、それでは IR データの収録内容を解説していきたいと思います。まずはこのように2つのフォルダに分かれておりまして、片方はヴィンテージ30、スピーカーの製品名ですね。で、もう一つはグリーンバック25となっております。そしてそれぞれさらにフォルダ分けされておりまして、こちらはマイクの型番になります。そしてマイクのフォルダの中に IR データが入っておりまして、ファイルの末尾にこのように種別が書いてありますが、1インチ、2インチというのはマイクの前後の距離ですね。1インチはほぼベタ付け状態で、2インチは一歩離れた位置です。そしてオンオフというのはマイクの角度です。おそらくオンがスピーカーに対して直角な角度で、オフはある程度角度をつけたものだと思われます。そしてその後の最後の数字は外周に対する横の距離です。ちょっとわかりやすいようにこちらのアンプリチューブの画面を使いますと、1インチ2インチというのはこの距離で、オンオフというのはオンが90度、オフがある程度角度をつけて収録したもの、そして最後の数字はこちらの横の距離ですね。通常コーンのセンターに行けば行くほどブライトな音になって、コーンから離れていくとよりマイルドな音で中低音がふくよかになったりするので、好みのサウンドとなる位置を探したり、2本のマイクをブレンドして調節したりします。では音を聞いていきたいと思いますが、まずは再生する環境のご説明をします。自分のブラックアルバム4という作品から暫定権という曲のギターデータを使って鳴らしていきます。何もエフェクトかけない状態ですとこのようなサウンドになっています。ここにアンプを、今回はアンプリチューブを入れます。そしてキャビは今ご紹介した IR データを使うので、アンプリチューブのキャビはオフにしておきます。そしてアンプリチューブの場合はここでカスタム IR というのを押せば好きな IR データを読み込むことができるのですが、今回はこちらの NUT-IR というフリーのプラグインでキャビ部分だけ別のプラグインとして分離して切り替えて鳴らしていきます。どちらで鳴らしても結果は一緒だと思いますが、こちらの NUT-IR の方が2本ブレンドしたりとか切り替えたりするのがやりやすいかなと思いましたので、こちらを使用します。で、全パターンを再生していると膨大な時間になってしまいますので、個人的に気になったデータを視聴していきたいと思います。ではまずはヴィンテージ30の SM57 から一番センターでブライトであろう1インチオン1から聞いていきます。はい、という感じで同じスピーカーで同じマイクでも距離や角度によってだいぶサウンドが変わってくると思います。で、マイクが近ければ近いほどより張り付いたようなサウンドになりますし、マイクを離していくとマイルドになるだけではなくて、ちょっと空気感というか距離感を感じさせることができます。ですので、こういったメタルのバキバキ系リフとかは割と近めの方が相性がいいんじゃないかなと思いますし、カッティングとかアルペジオとかだったらちょっと空気感があってもいいのかなと思います。で、センターに直角に立てたものですと、ブライトさがあるのはいいんですが、ちょっとローの方が物足りないかなと思うこともあると思うので、個人的にはこの中でしたら1インチの
角度つけたオフの1とか2とかが好みでしたね。オンの位置とちょっと比べてみましょう。それでは同じ IR データを左右にダブリングしたギターで聴いてみましょう。こういったメタルギターは同じリフを2回取って左右に完全にパンを振って鳴らすというのが定番の手法ですので、センターで1本でモノラルで聴くのとはまた印象が変わると思います。では先ほどと同様に1インチのオン1とオフの1、2と、そして比較対象として2インチのオフ3とかを聴いてみましょう。はい、という感じで1本で聴いていたら1インチのオン1でもブライトでいいかなと思ったのですが、ちょっとジャキジャキして耳が痛い感じがありましたので、やはりオフの1か2あたりですとバランスがいいかなと思いました。では続いて同じ状態で他の楽器が入った状態でも聴いてみましょう。はい、という感じで、やはり自分の好みとしては1インチのオフの1か2あたりかなと思いました。それではその他のマイクやグリーンバックの方も聞いてみたいと思います。で、この IR パックの非常にいいなと思った部分としては、例えばこのロイヤーの121とかですと、マイクの距離は6インチと4インチの2種類になっております。こういったリボンマイクとかはコーンにベタ付けするような使い方はあまりしないので、それに対して57とか接近して使うタイプは1インチ2インチと近い状態で収録されています。現実的にあまり使用する機会がなさそうな距離感のものはあらかじめ収録されていないということですね。ではこちらのリボンマイクをロードしていくつか聞いてみます。スピーカーは先ほどと同様でヴィンテージ30です。アンプの設定も全く同じ状態です。はい、という感じです。通常リボンマイクというと、先ほどの57とかと2本ブレンドして使ったりするのが定番なわけですが、割と4インチのオンとかあたりは1本でもありなんじゃないかなという感じがしましたね。先ほど同様で他の楽器と合わせて聴いてみましょう。はい、という感じです。やはり先ほどの57とか張り付いたサウンドよりかはちょっと空気感じるサウンドとなるので、リードとかカッティングとかに適しているかなとも思いました。では他にもいくつか抜粋して聞いてみます。オリジンの1インチオン1。
M81。M422。こちらはかなり特徴的なサウンドですね。ではスピーカーをグリーンバックの方も聞いてみます。まずは57。はい、こちらは0インチと1インチという感じになっていますね。ではグリーンバックのロイヤー121。はい、こちらも期待通りのサウンドをしてくれてますね。続いて M81。はい、ブライトかつふくよかさもあっていいですね。で、最後は E22S。はい、という感じになっています。では最後に2本組み合わせるパターンを試してみたいと思います。こちらの NATIR というプラグインではもう一つ IR をロードすることができ、こちらのバランサーでミックス具合を調節することができます。ステレオでロードすれば左右に振ったりとかもできますが、今はモノラルで両方ともセンターで鳴らすので、こちらのバランスは LR というよりかは各 IR のパーセンテージですねの調整となります。で、先ほどは571本の時はちょっと1インチオン1ですとブライトすぎたのでオフとかオフの2とかにしましたが、今回は57はブライト担当でロイヤーの121がちょっとふくよかさをプラスしていくというような役割の配分にしてみます。で、それぞれマイクの距離が違うので、そこが要注意ポイントでもあります。マイクの距離が違うと、音が鳴り始めてからマイクに到達するまで若干タイムラグが生じ、そのタイムラグによってこちらのマイクで波形がこう上がった時にこちらの波形が下がった状態というのがぶち当たると音がスカスカになったような感じになってしまうので、いわゆる位相がずれた状態となってしまうこともあります。ですのでそれを回避するにはこちらのディレイというパラメータを使って調節していきます。要はこちらのマイクの方が近いので、こちらのマイクにちょっとディレイ、遅延を入れてあげるとこちらのマイクと近いところに波形を合わすことができます。まずはこれ遅延ゼロの状態で聞いてみましょう。このような感じ、ちょっと鼻詰まったようなサウンドになってしまっているので、聞きながらこのパラメータちょっと上げてベストなところを探していきましょう。はい、という感じで、個人的にはこの 0.26 ミリセックぐらいがいいかなと思いました。波形がここで見えてるわけではないので、どこがジャストなのかっていうのは判断しづらいのですが、明らかにシュワシュワした音じゃなければ問題はないかなと思います。
ではこの状態でバランスを調節していきたいと思います。まずは 100% ここの状態から少しずつ121を足していきます。はい、という感じで、この辺りは完全にお好みでという感じですが、この場合は自分はちょっと57多めにしてみました。ではこの状態で先ほどと同様左右にダブリングした状態聞いてみましょう。はい、では他の楽器も加えていきます。はい、という感じで、2本組み合わせると、位相の調整はあるにせよ、ブライト寄りにしたり、マイルド寄りにしたり、ハイ寄りにしたり、ロー寄りにしたりっていうのがこのバランサーで調節できるので、このように楽曲を鳴らしながら配分を変えていくというやり方もしやすいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。マイクの種類もたくさん収録されておりますので、いろいろ組み合わせるのが楽しくなるんじゃないかなと思いました。動画の中では同じヴィンテージ30を SM57 とロイヤー121でミックスしてみたりしたのですが、グリーンバックとヴィンテージ30をミックスしても面白いんじゃないかなと思います。個人的な印象としては4発キャビネットの方がオープンなサウンドをしていて、2発キャビネットの方がより締まった感じのサウンドになるかなと思いますので、リードギターやカッティングなどでもぜひとも試してみてください。このチャンネルでは音楽の作り方や音楽系機材のレビューなんかをしておりますので、もしいいなと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。